ご飯ですよ。おー、美味しそうだな。いただきます。もぐもぐもぐ。美味しい。うふふ。ゆっくり食べないと喉に使えますよ。ふふ、おままごとをしているのね。この二人は新婚さんなのですし。あら、それは初々しいわね。お母さんも新婚さんの時はこんな感じだった？そうね。かなり昔のことだから、ちょっとくすぐったくて、ふわふわしていたことくらいしか覚えてないわね。そっか。またお父さんに会いたいな。そうね。また機会があったら会いに行きたいわね。せめてこのお人形さんたちがお話ししてくれたら寂しくないのにな。そうね。トイストーリーみたいに実はおもちゃたちが花子のいない時にお話ししているとしたら、ちょっと覗いてみたいわね。あ、花子、ちゃんとおもちゃさんたちに大事にしてくれてるって思われてるかな。乱暴に扱わないし、ちゃんとお片付けもするもの。大丈夫よ。さあ、そろそろねんねの時間です。今日はこんなお話をしてあげましょうね。トイストーリー。僕の名前はアンディ。小さい頃に父さんを病気で亡くした。母さんはその分たくさん仕事をして僕が寂しくないようにたくさんおもちゃを買ってくれた。その中で一番大切だったのはもちろんこのウッディだ。ウッディは買ってもらったものじゃない。だからこそ僕にとってはものすごく大切でかけがえのないものだったんだ。かわいいわ。いつまで見ていても飽きない。本当だな。まさか俺が父親になるなんて。なーに？感傷的になっちゃって。俺はさ、小児麻痺で思うように動けなかったり、遊べない日が多くてね。今でも少しその時の後遺症が残ってるくらい。だから。昔は昔、今は今よ。ほら、あなた、抱っこしてあげて。ああ。なんだか急に重くなったな。やだ、生まれてすぐでそんなに体重が増えたりしないわよ。あれ？なんか手の感覚がおかしいな。え？どうしたの？あなたアンディ・ジュニア。アンディ。あなたはアンディよ。パパはね、本当に素敵な人なの。あなたもパパのように素敵な人になってほしい。それはママとパパの願いよ。ああ、アンディ、それはまだ開けられないの。そうね。あなたがもう少し大きくなったら、そのトランクの中身を大切にしなきゃいけない理由がわかるようになったら、開けてあげるわね。アンディ、開けてごらん。うわあ、かっこいい。カウボーイだ。それはね、パパが大切にしていたおもちゃなの。アンディ、あなたと一緒に遊びたかったって残念がっていたわ。パパ、見てる？ちゃんとアンディに渡したわよ。大切にしてたおもちゃを。父さんは俺が物心つく前に病気で亡くなった。母さんは他の子と比べて俺が不幸せにならないようにっていろんなことをしてくれた。妹のモリーは新しい父さんになるはずだった人との子で、俺とは血のつながりがないことを最近悟った。きちんと話してもらったことはないけれど、俺はモリーを大切な家族だと思っているから、真実はどうでもいい。俺が小さな頃住んでいた家は、父さんの実家だったそうだ。モリーが生まれて、父さんの実家に住み続けるのは心苦しいと思ったのか、母さんは俺とモリーを連れて、この家に引っ越した。あの家には、父さんの小さい頃の写真がたくさんあって、俺は好きだったんだけどね。大きくなってからわかることはたくさんある。カウボーイの姿は小さい頃少し古臭いと思ったけれど、このウッディは父さんの形見だったこと。父さんがプレミアがついてから知った人形で、なんとか譲ってもらった大切な人形だったこと。今では喋る状態のものがほとんどなくて、売れば相当な値がつくこと。この人形を喉から手が出るほど欲しがっている大人がたくさんいるってこと。でも、ウッディはお金じゃ買えない価値があった。もう二度と手に入らない、父さんとの思い出を共有できる人形だからだ。
ウッディの足の裏にはアンディと綴られている。これは俺が書いたものじゃない。父さんが書いたものだった。こうしてしまえばプレミア感が下がる。でも、こうしてしまえば盗まれることも誰かに譲ることもないって思ったからだって母さんから聞いた。俺の名前が父さんと一緒なのは父さんのように素敵な人になってもらいたいという母さんの願いだそうだ。父さんは小さな頃感染性の小児麻痺を患い、その時まで持っていたおもちゃはほとんど焼却処分しなくてはならなかった。そこで大切にしていたからこそ残せたのが、あのポテトヘッドや体がバネになってるスリンキードッグ、そして大きくなってから譲ってもらったウッディだけだった。大切にトランクにしまって幼稚園に入る頃に一緒に遊ぶんだと言ってたらしい。その夢が叶うことはなく、父さんは死んでしまったんだ。俺は迷っている。このウッディを大人になった俺が持っていてもいいのかってこと。やっぱりおもちゃたちは遊んでもらえるのが一番なんじゃないかってずっと迷っていた。だからあの日ボニーに出会って譲ることができてよかったんだって思ってる。いや、そう思っていたんだ。あの景品、やっぱりウッディだ。俺は友人と一緒に行った移動遊園地で懐かしい姿を見つけた。それはゲームコーナーの景品で薄汚れていたけれど、俺にはそれが俺のウッディだと確信していた。必死になって持っているお金じゃ足りなくて、友人までもが有り金を全部出してくれて、ようやくゲットできた。やっぱりそうだ。足の裏にはボニーの文字があった。なぜ彼がここにいるのかはわからない。胸にあった保安官のバッジもなくなっていた。ごめん、ウッディ。俺にはやっぱり君が必要だ。遊んであげられないけど、飾るだけになってしまうけど、戻ってきてくれるかな。俺はウッディを抱きしめると、覚えてもいない父さんに会えた気がして、友人の前で号泣した。友人たちは、そんな俺を何も言わずにただ見守り、背中をさすっていてくれた。ウッディ、父さん、俺はこんな素敵な友達を得られたよ。今なら、もう一度ウッディを一緒に連れて行くって、誰に反対されても言えるよ。ウッディ、次に君の足の裏には、俺の子供の名前が刻まれると思う。それまでは、大切に飾らせてくれ。素敵な遊び相手を紹介できるその日まで。はい、おしまい。これは世の中に散らばる都市伝説を集めて少しアレンジしたアナザーストーリー。亡くなってしまった脚本家ジョー・ランフトさんと一緒に脚本を書いたアンドリュー・スタントンさんは、これらの都市伝説で語られる裏設定を完全なる嘘と否定しましたが、様々なところに納得する要素があるのもまた事実。本当に全てが嘘なんでしょうか。ふふ、それは皆さんの解釈次第ですね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢。